皆さんこんにちは。Speak Japanese Naturally のふみです。このポッドキャストでは中級者、上級者向けに日本語や日本文化を紹介していきます。さて、私が住んでいるところは山梨県の甲府市というところなんですが、毎日35度が続いています。最高気温がですね、摂氏35度なので、華氏にすると95度ぐらいです。一応この辺はまだ梅雨なんです。梅雨っていうのは雨が多い時期で1ヶ月ぐらい続くんですが、今年は本当に晴れて暑い日が多いです。もう梅雨明けたんじゃないかなって思うぐらいです。ただ一応まだ梅雨が明けたという発表がないので、まだこれから雨がもうちょっとは降るという予想なのかもしれません。梅雨については2回前のエピソードで話しているので、ぜひ聞いてみてください。で、今回のエピソードを撮っているのが7月1日です。はっと気づけば、2025年は半分終わりました。早いですね。2025年が始まって最初のエピソードは新年の抱負についてでした。新年の抱負というのは新年に立てる1年間の目標のようなものです。それが今、半年経ってどんな状況なのかを振り返って、で、これからの6ヶ月の目標を改めて立て直したいと思います。改めてというのは、この場合はもう一度という意味です。新しくもう一回やるということです。今回のタイトルは上半期の振り返りです。半期というのは半分の期間という意味です。ここでは1年の半分です。で、1年を2つに分けて、前半を上と書いて上と読む上半期。後半は、下と書いて下と読んで下半期と言います。上半期と下半期です。なので今日は上半期を振り返って下半期の目標を立てたいと思います。皆さんもぜひ自分はどうなのかなって考えながら、自分の状況を日本語でどう言ったらいいかなって、聞きながら考えてみてください。目標を立てるのはすごく大事だと思います。一日について考えてみても、今日は何をするって決めないと何も終わらないですからね。一年についてはますますそうだと思います。はい。ということで、まずは振り返りからです。私の新年の抱負は3つありました。1つ目は、サブスクサイトをより良いものにするでした。具体的には、日本語で、日本語の発音とかリズムとかについて説明する動画をコースに追加していくでした。で、2つ目は、ポッドキャストチャンネルを軌道に乗せることでした。3つ目は、子供とたくさん話す。で、特に下の息子とたくさん話したいと言っていました。で、恐ろしいことに私、こういう抱負だったってことを忘れてました。今回、こういうことについて話そうって思って見返すまで、本当にうっかり忘れてました。ダメですね、本当に。今気づいてよかったです。では、振り返り。つまり実際どうだったかなんですけど、一つ目のサブスクサイトについては、これは下半期で頑張ります。日本語を追加したいと思っていたんですけど、違うことをしていて手がつけられていませんでした。
手をつけるっていうのは、始めるっていう意味ですね。手がつけられていなかったことを、反省しています。これは今月からスクリプトを書き始めたいと思います。二つ目、ポッドキャストチャンネルを軌道に乗せることについては、これはできていると思います。今のところ、旅行に行った時以外は毎週出せているので、それだけでまずは自分を褒めたいと思います。続けるのって本当に大変なので、まずはそこからですね。で、今後、難易度、つまりその難しさのレベルとか、サムネをよりクリックしたくなるものに変えていくとか、あとはインタビューを入れたり、内容を変えていくとか、その辺を、下半期に頑張りたいと思います。で、3つ目の子供とたくさん話すですが、これはまあまあできています。で、これは意識的にやってたことです。これだけはちゃんと覚えてたんで、子供をサッカーに送っていくときに、できるだけ話すようにしてて、それがね、やっぱりいい方向に行っている気がします。で、これ以外のこととして、私はこの上半期は自分のコンフォートゾーンから一歩踏み出した活動ができたなって思っています。具体的には2つあります。で、1つは広島に旅行に行ったことです。前に一人旅ができないって言ってたんですけど、できました。これは向こうで、迎えてくれたアキさんという方がいたので、完全な一人旅じゃないんですけども、ただそれまで一回も会ったことのなかったアキさんに会いに行こうと思って、距離的に遠いところに行ったことは、私の中ではそれだけで偉かったなって、よくやったなって思います。私はあまりそういうことを得意としてないんですね。だから結構行く前は緊張しました。でも行ったら本当にいいところだったし、アキさんとも話ができて本当に良かったです。実際に会うって全然違いますよね。これは生徒さんたちと会うときにはいつも感じるんですけど、画面じゃないところで会うと、より親しくなれる感じがありますよね。あと、その人が立体的になるというか、それまで、画面上で見ている平面だった人が実際に動いていて、いろんな角度から見えて、その人のことをよりよく知れる感じですね。だから実際に会うって大事だなって思いました。たくさん刺激をもらって帰ってきました。で、もう一つコンフォートゾーンから出たのは、7日間発音チャレンジというイベントをやったことです。これ、やるのが本当に怖かったんです。人が集まるかなって心配で。ただそのチャレンジで使ったプラットフォームの人が、やりましょうって力強く言ってくれて、で、いろんなアドバイスをくれたんです。で、インスタのストーリーズで毎日宣伝してくださいって言われたんですね。でも最初、その宣伝をすることに抵抗があったんです。あまりしたくなかったんです。なんか宣伝ばっかりする人って嫌じゃないですか？なんかそういう感じがしたんですよね。でもですね、本当に人が集まらなかったんです。で、今度はその人数が少ないっていうことが恥ずかしくって、で、結構宣伝したんですね。そしたら、反応があって、入ってくれた方たちがいたんです。それで、インスタストーリーズって本当に効果があるんだなっていうのが分かりました。あと、宣伝するのが恥ずかしいっていう気持ちがだいぶ減ってきました。
よく分かったのは、そもそも誰も人のインスタなんてそんなにチェックしてないっていうことです。特に私のインスタはね。だから、私が何をしていても、それを知らない人がほとんどなんですよね。で、だから自分が宣伝しすぎじゃないかって思う必要はなかったんだなってことを学びました。そういう学びがね、たくさんありました。あと、実際にその7日間発音チャレンジで毎日フィードバックしたんですね。出してくれた人全員に。それで、ここは言えない人が多いとか、この発音がこうなってしまう人が多いっていうのも、ある程度予想はもちろんついてたんですけど、そこがまた新たに見えてきて、改めて勉強になりました。準備もフィードバックも大変だったんですけど、本当にやってよかったです。やる前の自分とやった後の自分は、なんかもう全然精神的な部分が違う気がします。そう、あと、英語での最後のズームでのミーティングも無事終わりました。ちょっと本当に下手な英語で覚えてるのが、日本語のレベルがアップした時にはって言いたかったんですけど、日本語のレベルがアップしたってなんて言ったらいいんだろうっていうのが出てこなくなってしまって、我ながらちょっと恥ずかしかったですね。もちろん通じなくって困るとか、参加してくれた方が何言ってるかわからないっていうことはなかったので、良かったと思うことにします。そう、私がね、ダメだったって思うほど多分参加してくださった方は思ってないと思うんですよ。こういうのを自意識過剰って言います。自意識の自は自分ですね。で、意識はわかると思うんですけど、意識するっていうのは何かに注意を向けることですね。で、過剰っていうのは多すぎるという意味です。だから、自意識過剰っていうのは自分に注意を向けすぎていることです。他の人は正直、人のことなんか見てないじゃないですか。みんな結構自分のことしか見てないじゃないですか。なのに、人にこう思われたらどうしようとか、恥ずかしい、こんなことをしてしまったって、思うのが、自意識過剰です。なかなかね、自意識過剰がね、治らないですね。話がそれましたが、新年の抱負に入ってなかったことを、頑張った感じがあります。もしかしたらね、新年の抱負を自分のコンフォートゾーンから出ることをするのようなものにしておけばよかったのかもしれません。さて、ここからは、下半期の目標です。で、年の途中になると、抱負という言葉は似合わない気がします。新年の抱負はいいんですけど、下半期ときたら、目標という言葉が合うと思います。では、下半期の目標ですが、一番は家族を優先するです。このポッドキャストでは言わなかったんですが、もう一つのチャンネルの動画で、マイホームタウンという動画を出しました。父が入院して、私が実家に帰った時の動画を作ったんです。で、父の入院が6月の4、5、6、7でした。で、心臓がちょっとおかしくて、不整脈って言うんですけど、心臓の動きがちょっと不規則になったそうなんです。心臓って、ドクン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 って規則的に動きますよね。で、その動きが、ドクンが飛んじゃったりとか、不規則になるのが不整脈です。で、それで父は、不整脈の治療のために入院して、で、無事終わって元気になって退院しました。なんですけれども、それとは別で、またちょっと具合が悪くなって、6月の終わりに、
4日前なんですけど、同じ病院にまた入院しました。今も入院してます。心臓と肺にちょっと水が溜まってるみたいなんです。で、点滴をしながら、今、様子を見ているようです。で、昨日、入院中の父に電話して話をしていたんですけど、父が、自分はもう80歳で、知り合いとかには、80前に亡くなってしまっている人もたくさんいる。で、だからそういう年なんだと。でも自分はね、人生に満足したからいい、みたいなことを言ったんですよ。ちょっとショックでした。父が、死んじゃってもいいって言ったわけじゃないんですけど、なんかそれでもいいって取れるような、口ぶりだったんです。口ぶりっていうのは、言い方ですね。で、どこに満足してるのって、聞いたんですよね。そしたら、子供が2人ちゃんと育って、孫も元気にちゃんとやっていて、だから十分だと。どういうことかというと、父に言わせますと、子孫を残すということが、生物としての人間として、生物学的には一番の目標なわけです。遺伝子は子孫を残すことを求めているんですよね。だから、それができたからいいってことだったんですね。で、しかもみんなね、心配なくね、ちゃんとやれてるからと。で、確かに遺伝子的には子供を残せたっていうことはやっぱり大きいことだからいいんですけど、でも人間はそれ以上求めるじゃないですか。で、母だって一人になっちゃったらね、どんなに寂しいかわからないし、私もね、兄も孫もね、みんな寂しいよとは言ったんですけど、ちゃんとね、伝わったかはわかりません。でも、伝わったとしても、その生き死にっていうのは自分でも、どうしようもないですからね。で、ただ、気持ちが負けたら体も負けると思うんですよね。だからちょっとね、すごく心配になりました。で、私はまだ親が亡くなる覚悟が全然できてないってことを改めて感じました。皆さんの中にも親御さんが亡くなっている方、親御さんじゃなくて、もしかしたらお子さんだったり、兄弟姉妹かもしれないけど、身内の方を亡くされている方はたくさんいると思います。身内っていうのは家族なんですけど、家族より少し広い親族、親戚まで含む感じです。家族はどちらかといえば、一緒に住んでいる身内で、一緒に住んでいない家族とか親戚が身内になるっていう感じです。お葬式のような機会でよく使う言葉です。で、皆さん、身内の方がね、亡くなったりしても、そういう辛いことをね、乗り越えて、やってきてらっしゃると思います。で、そういう状況もあって、下半期は親とか家族優先にしようと思います。実家にも近いうちにまた帰りたいと思います。旅行とか、7日間チャレンジみたいな、その日程の決まった動かせないイベントは、しばらくは入れないようにしようと思っています。で、だからこそ仕事面ではそういうサブスクコースの充実に集中できるんじゃないかなって思います。これは私一人で進められることなので。なので、もしサブスクメンバーの方でこういうことをしてほしいというような希望があったら、ぜひ教えてください。ログインがしにくいという言葉をよく聞くんです。で、これは本当に一番大事なところなので、どうにかしたいんですけど、これは使っているサービスの仕様なので、どうしようもないんですよ。仕様っていうのは、この場合、そのサービスでの
決まった方法ということです。Wix っていうサービスを使ってるんですけど、その仕様なんですね。だから、仕様が決まっててどうしようもない部分もありますが、仕様が重なりましたね。私ができることなら、できるだけいい方に、していきたいと思っています。入ってくださっている方を、大事にしたいと思っています。なので、もしまだ入っていらっしゃらない方がいたら、ぜひ検討してみてください。毎月の発音チャレンジをやってるんですけど、そのフィードバックは一人一人に、動画で返してます。で、発音って自分ではどこが違うのかがわからないものです。ここを気をつけてくださいって言ったとしても、できていないことってよくあるんです。自分じゃわからないんですよね。なので、その発音のフィードバックのためだけでも入る価値はあると思います。なので、下半期の目標は、まずはサブスクコースの日本語で説明している動画を作ることです。あとは、実は私がやりたいのは、日本語のを作る練習ができる動画作りです。日本では英語学習がすっごく盛んなんですけど、よく言われるのが、英語のを作らないといけないってことです。で、これが何かっていうと、英語を英語の語順で理解するのってことです。英語を英語で理解するっていうことなんですけど。で、学校で英語を習っているとき、よく英語を日本語にする練習をするんですが、その時には後ろから訳します。で、長い文章こそ後ろから訳す感じです。で、そういう勉強をしているので、英語を読んでいる時ならともかく、聞いたりした時には、最後まで聞かないと訳せないので、全く会話についていけないわけです。聞いてもパッと理解できないんです。後ろから訳す癖がついているから。だから、英語を聞いた通りの語順で理解していくことが大事になります。で、それを英語脳を作ると言います。語順というのは言葉を並べる順番です。逆に日本語を学習している皆さんは、日本語を日本語の語順で理解する日本語脳を作る必要があるわけです。韓国の方は韓国語の語順は日本語の語順と同じなので大丈夫ですけど、日本語から言語的に遠い言語を母語とする方は、遠ければ遠いほど日本語の語順になれるのが難しくなります。なので、それになれるための教材、つまり日本語のを作るための教材を作りたいと思っています。で、実際にその動画の画面上で作ってみたりしたんですけど、とっても見にくかったりしたので、これからどうやって見せるかいろいろ工夫して考えてみたいと思います。つまり、私の下半期の目標は、サブスクコースの日本語バージョンを作ることと、日本語のを作る教材を作ることですね。仕事面では。とっても楽しみです。皆さんもぜひ、ちょうど半年経ったので、上半期の振り返りをして、下半期の目標を立ててみてください。ワクワクする目標が立てられるといいですね。もし嫌じゃなかったらぜひコメントに書いてみてください。日本語でね、書いてみてください。コウさん、エドモさん、スーパーサンクスをありがとうございました。とっても感謝しております。今日のエピソードはここまでです。皆さん、良い一日をお過ごしください。また次のエピソードでお会いしましょう。